こんにちは。今日は近々台湾へ2週間行くのでパッキングをしていきたいと思います。旅行が1週間以上の長期間になると洋服は何着持っていけばいいのかとか、あとコスメはどうやって持っていけばいいのかとか、いろいろ悩みが出てくるかと思いますので、そんなところも紹介していけたらと思います。また今回も子供を連れての旅行になりますので、少し子供の荷物も紹介したいと思います。それでは最後までご覧ください。まずは洋服ですが、以前別の動画で紹介した 3x3 メソッドをベースに洋服を選んでいきます。3x3 メソッドとはトップス3着、ボトムス3着、あと羽織物3着の合計9着で旅行を過ごすという考え方ですが、今回台湾はもう天気がほぼ夏なのでトップスを増やして羽織物を減らしました。トップスは T シャツ2枚、タンクトップ1枚、あと普通のノースリーブのトップス1枚。羽織物は2着に減らして、うち1着は日本から出発する時に着ていきたいと思います。そしてボトムスは、デニム生地の長ズボン1本と、あと短い短パン1本、あとは長いレギンスを持っていきます。パジャマは薄手のものを2セット持っていきます。このタイで買ったタイパンツが薄手で乾きやすいのでパジャマにぴったりです。そしてあとはチートアイテムとして水陸両用の短いパンツも持っていきます。こちらはプールとか海でも履けたり、あと室内でももちろん履ける素材のパンツになっていて、このパンツで部屋着にもなるし、滞在先近くで朝ごはんを食べるとか市場を回るなんていう時にはもうこのパンツでいいかなと思います。洗ってもすぐ乾くので、台湾のような熱帯地域にはこういった水陸両用のパンツを一つ持っていくと便利かなと思います。あとはこの袋に水着も持っていきます。滞在中にプールがあるようなちょっと豪華なホテルに泊まる予定があるので、絶対子供がプールに入りたがると思うので水着を持っていきます。そして台湾のプールなんですけど、リゾートっぽいところでも結構水泳帽をかぶれって言われることがあって、おしゃれなビキニでも絶対帽子をかぶなくちゃいけなかったりするので、一応これも持っていきます。そしてネックレスなどのアクセサリー類はこのお気に入りのジム・トンプソンのジュエリーケースに入れています。ネックレスは絡まりやすいのでティッシュで包んで入れるようにしています。靴は今回スニーカーとビルケンシュトックのサンダルの2足で行こうと思います。スニーカーは移動の時に履いていって、ビルケンシュトックだけスーツケースに入れます。靴はシャワーキャップに入れて収納します。こちらのパッキングキューブに洋服を入れていきます。今こちらには写していませんが、下着は上下 3,4 着ぐらい持っていこうかなと思っています。ということで、長期旅行に持っていく洋服は 3x3 メソッドをベースに現地の気候に合わせた洋服を中心に持っていきます。長期の旅行だと洗濯をすることが多いと思うので、なるべく乾きやすい洋服を選ぶようにしています。そして次がコスメ類です。今回正直日数が多いので、使う量が読めないものはそのまま持っていくことにしました。例えばこれはお風呂で使うシャンプーですが、無印良品の精油の香りシリーズを詰め替えのボトルそのまんま持っていくことにしました。この無印良品のシャンプーは私だけではなくて夫も子供も一緒に使えてしまうので、家族で使おうかなと思っています。そしてヘアトリートメントです。こちらはタイで買ったヘアトリートメントをチューブそのまま持っていこうと思います。そして今ラップに包まれてミイラ化していますが、これはクレンジングオイルです。無印良品のクレンジングオイルの普段家で使っているボトルに2週間分なのでだいたい半分ぐらい入れて、そして漏れないようにラップでくるんでいます。次にスキンケア用品です。こちらのアスレティアのコアバランスオイルは洗顔の後に使う導入オイルになるのですが、このオイルを使うとその次のステップで使う化粧水の量は少なくて済むので、小分けの容器に入れて持っていこうと思います。洗顔料は以前タイで買った大きすぎず小さすぎずなちょうどいいサイズのものがあったので、こちらを持っていきます。あとこちらのボトルは中身は
マジックソープが入っています。マジックソープは顔とか体とか、あと食器用洗剤だとか、手洗いで洗濯したい時とか何にでも使えるので、この小さなボトルに詰め替えて持っていきます。ちょっとこのボトルが漏れないか心配なので、またラップで蓋の部分を包んでいます。こちらの上のポケットは大したものが入ってないんですけど、カーラーと、あと忘れがちなヘアゴムと、あと旅行が長くなると爪も伸びるので爪切りを持っていきます。そして次がこちらですが、ヘアバンド、あと綿棒。こちらは以前台湾で綿棒を買った時に入っていたケースをまた使っています。あとは歯ブラシ。歯磨き粉は小さめのものを持っていくんですが、使い切ったらまた台湾で買えばいいかなと思っています。あとはアイクリーム。長期の旅行なので普段使っているアイクリームも一応持っていきます。あとはコンタクトレンズです。そして下の段ですが、まずはシミ取りシートを少し入れています。あとこれは以前台湾で買ったマウスウォッシュがまだ残っていたので入れています。今紹介したものとは別に旅行中に1泊ホテルに泊まる予定があるので、この中にも1泊用のスキンケアなどを入れています。あ、ちょっと待って。このヘアオイルはこっちに入れ替えます。そしてこちらの大きいボトルたちは万が一漏れた時のことを考えてジップロックに入れておきます。あとブラシをすっかり忘れていました。一つはアベダのパドルブラシと、あともう一つはスタイリング用にロールブラシを持っていきます。こちらも忘れていました。これは拭き取り用クレンジングのシートですが、私は朝の洗顔の代わりに使おうと思っています。これまでは液体の拭き取り化粧水とコットンを持って行っていたんですが、今回日数が多くって拭き取り化粧水を使う量も結構多いかと思ったので、Amazon でこのシートを買ってみました。そしてメイク用具ですが、メイク用具は普段使っているものを一式そのまま持っていきます。もうブラシも結構そのまま長いものを持っていっています。ただ今回まつげパーマをしたので、ビューラーだけはかろうじて持っていかなくていいことになりました。日焼け止めはチューブタイプのものと外出先でも使えるスティックタイプのものをそれぞれ持っていきます。こちらのスティックタイプはもしかしたら機内持ち込み用の荷物に入れるかもしれません。そして次に子供用の荷物です。子供用の洋服は汚したりすることを考えて大人よりも少し多めに持っていきます。だいたい上と下それぞれ5着ずつぐらい持っていって、下着もそのくらい持っていきます。パジャマは2セット持っていくつもりです。子供の靴は出かける時にスニーカーを履いていって、あとサンダルを2つ持っていきます。1つは突っかけて履くような B3 タイプで、あともう1つはアクティブに動きたい時の足首をテープで留めるタイプのものを持っていきます。そして子供の洗面用具ですが、歯磨きセットと化粧水は私の無印良品のものを一緒に使うとして、顔と体の保湿にはこちらの松山油脂の全身保湿クリームを使います。私のボディクリームもこれを使ってしまおうと思います。子供の顔と体にはこちらのビオレを使います。大人はボディーソープは現地にあるものをそのまま使えばいいかなと思うんですけど、たまにちょっと刺激が強いこととかあるので、子供は使い慣れているビオレのものを持っていきます。あとは日焼け止めです。ちょっとこちらも先ほどのトイレタリーポーチに詰めようと思います。そしてこちらの袋の中が薬になります。薬類は虫除けスプレー。台湾の公園は結構蚊が多いので虫除けスプレーは必須で、あとは虫除けスプレーをしても私は蚊に刺されるのでウナクール。あとは絆創膏とたくさん食べるので大体酸。あとは頭痛などに使う鎮痛薬、ヤードムとかかゆみ止め、あとは酔い止めも一応持っていきます。あと口内炎の薬ですね。以前台湾で暴飲暴食していたら口内炎ができて、その後ずっと口の中が痛かったので一応持っていきます。
風邪薬なんかは台湾の薬局でそんなに高くなく買えるので、今回は省いてしまいました。風邪薬よりも大事なのが台湾での食べ過ぎ対策です。私は消化を助ける酵素と、あと最近9点のメガ割で買ったダイエットゼリーを持っていきます。この酵素はリモエというブランドのもので、梅味の酵素でとっても美味しいです。食べ過ぎてお腹がちょっと苦しいなっていう時にこの酵素を飲むと消化を助けてくれている気がします。あとこれはフードロジーっていう名前のダイエットゼリーで、確かザクロ味で1日1本お腹が空いた時とか食事の前に食べるらしいんですけど、ゼリーの中にあれなんだろう、ゼリーの中にチアシードが入っているので、食べ過ぎ防止にもなるのかなと思います。そしてスーツケースに持っていくバッグ類です。街歩きで使うバッグと、あとはエコバッグなど持っていきます。このエコバッグはポロラルフローレンのもので、ストラップがもともとついていて、これを使って肩掛けにしたり、あと斜め掛けにすることもできます。そしてバッグの生地が雨傘と同じ素材を使っていて防水仕様になっています。なので雨が多い台湾なんかはこのエコバッグが結構使えるかなと思って今回持っていきます。そしてこちらのミニバッグは以前親戚の人が作ってくれたものになります。これチャックがついていて、鍵とかをつけるフックも中についていて、手作りなのにかなりしっかりした作りになっています。そしてこのくらいのミニサイズなので、近所に朝ごはんとか食べに行く時にぴったりだなと思って今回持っていきます。台湾の朝ごはん屋さんって結構狭かったりするので、荷物は必要最低限にするのがおすすめです。こちらの街歩きバッグはまた別の動画で詳しく紹介します。ロンシャンルプリアージュの XL サイズも持っていきます。ボストンバッグサイズのルプリアージュです。帰りに絶対荷物が増えると思うので、荷物がスーツケースに入りきらないときはこちらのボストンバッグに洗濯物とか靴とか入れようかなと思っています。ここで台湾に持っていくと便利なものを紹介していきます。一つ目が S 字フック。台湾だと結構お土産とかも買ったりすると思うんですけど、いろいろ荷物を抱えてローカルな場所に食事に行くと荷物を置く場所が全然ないんですよね。なのでそういう時にフックを使ってテーブルにバッグをかけておくと楽です。私のこのフックは無印良品のものなんですけど、なんかここら辺とかもあんまりストッパーもなくて特におすすめではあります。無印良品から最近四角いタイプのものも出てますよね。そっちの方が使いやすかったりするんですかね。そして次がドリンクホルダーです。タピオカとかお茶とかドリンクスタンドで買うと思うんですけど、何年も前から袋は有料になっているので、こういったドリンク用のエコバッグ的なものを使うと便利です。この輪っかのところにドリンクを入れて、あとこうやって手に吊り下げることができます。これは持ってないよっていう人は台湾の今多分いろんな夜市とか雑貨屋さんとかいろんなところに各種タイプ売られているので、一つあると便利だと思います。そして傘ですね。台北への旅行で一日も雨が降らなかった日というのは多分1回あるかないかだと思います。傘は必ず持っていきます。そして向こうでは男性も結構日傘を暑い日は差していたりするので、日傘を持っていったら結構向こうで使えると思います。そしてウェットティッシュです。ウェットティッシュは向こうにも売られていますが、円安の今多分日本で買っていった方が安いので持っていきます。細々としたものはジップロックに入れてもいいですが、もしパッキングキューブが余っていたらパッキングキューブに入れると結構整理されるし見やすいのでおすすめです。そして台湾で会う親戚や友人に渡すお土産も持っていきます。今回親戚からリクエストを受けているのがこういったハンドドリップするタイプのコーヒーです。台湾もカフェがいっぱいあってコーヒーも美味しいんですけど、家で入れる用のコーヒーってあんまりこういったハンドドリップするタイプのコーヒーがないんですよね。結構紅茶みたいにコーヒーの粉をティーバッグに入れてそれをお湯に浸して入れるようなタイプのものがスーパーにはたくさん売ってて、意外とこういったタイプのものが珍しいので今回リクエストを受けました。
あとは茅野屋のだしです。だしは肉類の持ち込みの制限が厳しいので、魚介系とか肉が入っていない野菜だしのものを持っていきます。女性にはシートマスクを持っていきます。あとは日本のお菓子も少し持っていきます。日本のグミも台湾で人気っぽいんですけど、一体どれが流行ってるのか分からなかったので、とりあえずこの美容にいい系のグミを一つ女性に贈るように買ってみました。あとはふりかけも人気ですよね。ダイエット中で甘いお菓子を今避けている友達と、あとお酒を飲む友達にはわさび味の豆菓子を持っていきます。あとは最後に、私がいつもスーツケースに入れっぱなしにしている旅の道具たちを紹介します。まずはマスクですね。家を出発するときは飛行機に乗ると思ってマスクを必ず持っていくんですけど、帰りの分忘れがちなのでスーツケースに入れています。あとこちらがちょっとぐしゃぐしゃですけど、ビニール袋類と、昔飛行機でもらって使わなかった座席にある袋、あとはコンセントの差し込み口が足りない時の二股コンセント、あと一応ボールペンと、実はこちらにも S 字フックが入っていました。そしてこちらがコンビニとかでもらったカトラリー類です。スプーンとフォークと割り箸と、あとなぜかストローも入っていました。あと地味に重宝するのが栓抜きですね。海外の瓶ビールとか買った時にホテルに栓抜きがあったりなかったりするので、大昔どこかでもらった栓抜きをそのまんまスーツケースに入れています。はい、これでパッキング終わりました。最後にもう一度長期の旅行で快適に過ごすためのパッキングのコツをまとめます。1つ目、洋服は現地の気候や洗濯の事情を考慮してアイテムや服の素材を選びます。コスメは使う量が読めないものは無理に小さく詰め替えないで、普段使っているものも一部そのまま持っていきます。そして家族で共有できるケア用品を持っていきます。そして最後に、子どもの洋服などの荷物は年齢に合わせて無理には減らさない。以上になります。この動画、少しでも皆さんのパッキングの参考になりましたでしょうか？もし皆さんが長期旅行で必ず持っていく、これだけは外せないというものがありましたら、ぜひコメントで教えてください。次回の動画では機内持ち込みの荷物とバッグを紹介する予定です。今回パソコンを持っていかないといけなくて、そこでいいリュックに出会ったのでご紹介します。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。今日もご視聴ありがとうございました。またね。